中古市場の価格ではかなり埋まってきてるので i5 とか Ryzen 5とかの組み合わせは大きいと思うので、今回見せたこのフレームの差ももう少し下位の CPU と組み合わせると縮まる可能性がありますので、フル HD 向けのベンチマーク Firestrike では RX6600XT は 19% の性能差があります。RTX3060 の真の価値はこの 12GB RAM バージョンのモデルにあります。フル HD のゲームプレイができる GPU として購入したいところです。はい、どうもこんにちは、徳です。強烈な円安の中、めちゃくちゃグラボも高いんだよっていう動画を作ろうと思ったんだけど、微妙に円高に触れてきたのか来てないのか、140円台ということでちょっとマシになったのかな。それでも120円台ぐらいからね、スタートしましたからね。しかもですよ、さらに最悪なのが、ここに来て、プレイステーション5の値上げです。8万円近くなんだってさ、もう買えないよね。確かにかなり品質のいいネパートとかついてますからね。で、この円安の中、もちろんグラボも高くなってるから、ゲーミング PC 手に入れようと思うとね、やっぱ高いんですよね。で、そんな中、おっとめっちゃ古典的な。みんなが大好き、黒としこうさん。今回はね、RX6600 ということで、前の世代のグラボだけども、円高時代に多分仕込まれてるやつだよね。この円高時代に日本の市場に出回ったもの、今これ使って自作すれば相対的に安く仕上がるんじゃないかという今日の動画です。黒と志向さんから出てるやつで、金額がね、だいたいちょっと状態がね、マシなやつ買ったんですけど、24,000円ぐらいでした。税込みも送料も入って24,000円やから、まあ安いですよね。おなじみのグラサンブランドということで、今日はね、このグラボを使って2024年の夏 RX6600 がこの円安の救世主になってくれるのかどうか。で、今回のこの RX6600 は前の世代で円の価値がね、そこそこ高かった時代だったんじゃないかな。そこに日本市場に持ち込まれたね、ものなんで、未だにね、中古市場でもね、相対的に安くね、販売されてるんじゃないかなと思います。黒と志向さんからね、発売されているものですが、パワーカラーと表示されていますので、製造元でしょうね。とりわけ同じクラスのものでもいいものではないです。同じ GPU 他のね、メーカーからね、別のモデルが出てますけども、3連ファンね、あるちょっと高級仕様のものありますけども、個人的には、RX6600 ぐらいだったら2連ファンで十分じゃねえかっていう感じです。この RX6600 はどんな感じのグラボなのかというと、発売当初は GeForce の RTX3060 と対抗するようなクラスの製品でした。RTX3060 の方は 12GB の RAM メモリがあるということで、ゲーム以外の用途では強烈なアドバンテージになるんですね。最近流行りの Stable Diffusion とかですね。ゲームに関してはね、上の 4K クラスとかになってくると RAM 消費量が大きくなるんですけども、そもそも GPU 足りてないよっていう場合も多くなりますからね。基本はそういうローカルの、AI 処理であったりとか、動画編集とかもね、3060の方がアドバンテージはあるっていうことですが、逆に、コストパフォーマンスを考えるとゲームに限定すれば、このラデオンの RX6600 の方がいいんじゃないかと思います。この RX6600 は RDNA2 アーキテクチャによって7ナノメートルプロセスで製造されています。ミッドレンジでしたが、今はもう入門ゲーミングでいいでしょう。上位の XT があるんですけども、これはコンピュータユニットが4つ少ないです。ストリーミングプロセッサーも限定されてて、あとはメモリ周りも若干寒くなってますね。簡単に言うと、6600XT の廉価版として、ちょっと安いモデルで市場投入されたもの。これが6600の無印モデルです。でもね、その分、TDP が 132W と少なくなってますんで、ここは上位の XT モデルに比べて、より 1W 単位の処理能力がいい、スイートスポットに近い設定になっていれば嬉しいですよね。あんまり無駄な消費電力を使わずに、かなり効率よく処理できるちょうどいいポイント。そんな感じ。このラディオン RX6600XT の廉価版なんだけど、中古市場の価格差見てみると、だいたい3000円ぐらいに今なってるんですよ。発売当初はね、もうちょっと差が開いてたんで、だからもう本体自体がもう2万台に乗ってるんでね、割合としては普通なんだけども、このあたりにね、もしかしたらコスパ逆転してるなんてものもあるので、それもちょっとね、ベンチマーク測定とかね、して比較してみましょう。当時ライバルとされていたRTX3060 とも比較してみましょう。こっちはサムスン8ナノメートルプロセスで製造されています。RX6600 より少し大きくて、トランジスタ数も 9% 多いです。結果的には性能あたりの発熱は RTX3060 の方がおそらく大きくなるでしょう。そして RX6600 にはテンサーコアがありません。RTX3060 の TDP は 170W で RX6600 より 30% やはり高いです。
価格はどちらも$329でしたが、現在では大きくその差が開いてて、RTX3060 の方がかなり高いと言えます。こっちは 12GB のね、RAM を活用できる Stable Diffusion のローカル AI 処理とかね、使い勝手がいいからですね。現在は35,000円ほどで発売されてました。僕も一つ買わせていただきました。8GB と 12GB モデルね、この RTX3060 あるんですけども、RTX3060 の真の価値はこの 12GB RAM バージョンのモデルにあります。このグラボを使って最安のローカルのお絵かきマシンを作ることができるからです。あと興味ある人はこの3060の12GBバージョンを買ってみてください。なんでかわからんけど 8GB と 12GB がそんなに価格差なかったんだよね。12GB バージョン絶対買った方がいいよ。RX6600 はだいたい24,000円ぐらいでありましたんで、かなりの価格差になってます。この時点でゲーム用には RX6600 を買った方がいいとね、ベンチマークとか見なくてもね、余裕で予想できちゃいますよね。約 45% も高くなるこの価格の差をライバルとされていたモデルがゲーム性能で埋め合わすことができるとは考えにくいからです。では定番のベンチマーク 3D マークから見てみましょう。WQHD かつ比較的新しいゲーム向けのタイムスパイでは、今回の RX6600 と比べると上位の 6600XT は 19% 高く、ライバルの RTX3060 は 8% 高かったです。それを込みで価格がそれぞれこんな感じに設定してみましょう。RX6600XT が27,000円。RX6600 は24,000円、RTX3060 12GB が35,000円と仮定すると、3D マークタイムスパイのそれぞれの割合をこのような計算で比較することにしました。3D マークタイムスパイのスコア、これを金額で割って1円単位でどのぐらいのスコアを購入することができるかという計算で比較してみましょう。そうすると、1円あたりで購入できるスコアという計算からは、RX6600XT が一番コスパいいと言えそうです。RTX3060 は予想してた通りの結果なんで、今後はわざわざ言及するのはやめておきます。次は同じく 3D マークですが、Firestrike。DirectX11 で動作するフル HD 向けのベンチマーク Firestrike では、RX6600XT は 19% の性能差があります。これも1円あたりで購入できるスコアという計算からは、約 6% ほど RX6600XT の方がコスパがいいと言えます。値段は 12% 高い設定比較なんで、それを上回るスコアということです。続いては GPU のレンダリング。こちらは短い方がすごいという時間軸のグラフになっています。6600XT は 9% 早く処理ができています。価格差は 12% なわけですから、これはあまり美味しくないですよね。ですが、やはりここは GeForce の RTX3060 を買った方がいいです。ゲーム以外はやはり素直に GeForce にしましょう。ここからはゲーム性能を見ていきましょう。ベンチマークのスコアではなくフレームが出ていますので、それぞれのフレームから金額を割って1円で購入できる FPS という計算をしてみましょう。ゲームに関しては上位の RX6600XT もその回の無印モデルも変わらないか、ほんの少し RX6600 の方がコスパがいいと言えるかもしれないですよね。つまりは実際にプレイするってなると、ゲームに関してはコスパはそんなに差はないんじゃないかっていう感じですよね。ベンチマークとかだとめちゃくちゃフルパワーでグラブ走る場合が多いので、差が出たりとかね、しやすいんですけども、実際にゲームプレイにはちょっと休んでるとことかもね、あるから、そこも反映されてね、ちょっと差が詰まって、あまりコスパ的にはね、変わらない部分が増えてくるんじゃないかなと思います。で、金額設定が24,000円、27,000円ってそれぞれ設定した状態での計算だから、購入するときのね、それぞれの状態とかによって中古って結構差があるじゃないですか、金額に。なので、その時に、購入した金額によってもね、コスパの差っていうのが大きくなってくるので、ここはちょっと注意したいところですね。一般的にっていう感じだね。実際にゲームのベンチマーク、有名なものを回してみました。FF14。先ほどと同じくフレームパー1円で計算すると、FF14 ベンチではコスパ全く変わらずでした。続いてはトゥームレイダー、シャドウオブトゥームレイダー 1080p の注意品質です。フレームの差はほどほどに出てるかなという感じです。フレームパー1円で見てみると、これもほぼ変わらずって感じだね。コスパは 1.42% の差しかありませんので、誤差の範囲と言えるでしょう。中古市場の価格設定でやっぱりうまくできてるなと感心しました。GPU が全力で走っている時にどれほど消費電力に差があるのかのグラフですが、RX6600 無印モデルの方が約 25% RX6600XT よりも消費電力が低い状態で運用できます。3D マークではそれぞれ 19% の性能差ですから、25% 消費電力上がっても性能は 19% しか上がっていないということで、RX6600 無印の方がより省電力で性能をそこそこ発揮できるスイートスポットに近い設定と考えることができるでしょう。それでも 6% ぐらいのロスしかありませんから、上位の XT モデルでも全然いいと思いますけどね。
さて、2024年夏における RX6600 の立ち位置についておさらいしておきましょう。入門のゲーミング GPU ということが、やはり各スコアからわかりますね。フル HD のゲームプレイができる GPU として購入したいところです。普通に一人でプレイできるゲームに関しては全然問題なかったね。あとはモンスターハンターとか、特に自分は FPS はね、もうごめんなさい、全然できない人間で、あんまりやらないでわからないとこもあるけども、見た感じフレームを見ながらやってましたけどもね、普通にフル HD だったら全く問題ないぐらいかなと思いました。バンゴロールのね、煙黙々のシーンもね、試してみました。こういうのって大体なんか煙黙々とかなってる状態やとね、すごくフレーム落ちたりするんですけども、全然大丈夫なんじゃないかなと思いました。普通に解像度上げた状態でもね、Apex プレイできてたけども、ちょっと万が一ね、のこと考えてフル HD でね、プレイした方がやっぱり安心なんじゃないかなとも思いました。FPS だとね、やっぱりフレームの方にこだわりたいですよね。一方でゲームプレイに関しては、ライバルだった RTX3060 ですね。8GB の方でも、これはコスパがいいとは言えない状態です。2024年の現在、円安の達成になってくれるコスパいいグラボは RX6600 が RX6600XT なんだけど、中古市場の価格ではかなり埋まってきてるので、以前のようにね、廉価版のめちゃくちゃな旨味もなくなってるのかもしれません。どっちでもいいよっていう感じでしたよね。で、それでも完全なコスパ逆転はしてない感じがしますので、値段の付け方がかなりうまいですね。ゲームのフレームのコスパに関しては、若干上位のね、6600XT の方がコスパいいものもありますけども、その差もね、結構微差でした。それでも今回の比較の中で、それほど差があるのかどうかっていうね、いろんなベンチマークとか見て、差が出てるとは思うんですけども、入門グラブを使うときって、スーパーハイエンドな CPU は使わないじゃないですか。X3D とか使わないと思うので、もう少しその、シェアされているそのスコアの差が縮まるんですよね。だいたい世の中に出ているベンチマークのシェアサイトとかの数値って Core i7 とか i9 使っての測定だったりするんで、組み合わせとしてやっぱりローエンドグラボは結構 i5 とか Ryzen 5とかの組み合わせは大きいと思うので、今回見せたこのフレームの差ももう少し下位の CPU と組み合わせると縮まる可能性がありますので、コスパ的にはそんな変わんないです。このグラボを探してる人はおそらくできるだけ安いゲーミング PC を手に入れたいっていう人なんで、そういうニーズから考えるとコスパ的にはあんま変わらんけども、なるべく安いね、下位の RX6600 の方がニーズにはね、かなってるんじゃないかなと思います。なるべくね、安いフル HD ゲームをね、したいという人は RX6600 で組んじゃいましょう。めちゃくちゃ安いの組みましょう。あともうちょっとお金出してね、3000円ぐらいの差だったらね、なんか XT 買ってフレームを買うかっていう考え方もありますけどね。なんか自分的にこう激安 PC をね、もし組みたい場合って、その GPU とか、3000円の差しか今回ないねんけども、あとプラスその CPU とかマザーとかいろんなところを1000円2000円どんどん安くしていけば、トータルで1万円ぐらいになって激安 PC がね、組めるんじゃないかみたいな。自立も激安 PC みたいなね、考え方。それをしたい人はめちゃくちゃ6600がいいんじゃないかなと思います。今日は RX6600 をね、購入してみてゲームプレイしてみました。フル HD やったらね、普通にできちゃいます。ということで、とりあえずあんまりこだわらんけども、なんか激安の PC をね、組んでみたいとか、特に自作 PC であんまりやったことないんだけども、チャレンジしてみたいな、ゲームできるのね、作ってみたいなっていう人は、とりあえずこの RX6600 を買って、初めての自作で組んでみてもいいんじゃないかなと思いました。今日は久しぶりにね、自作 PC のお話をしました。まだちょっとね、円高に戻ってくるのか分かりませんが、それまでね、この RX6600 で耐え忍んでもいいんじゃないかなと思いました。